どうもこんにちは。皆さんはじめまして、グエタンと申します。この動画では VRC プレジャーのアバター側ギミックの導入について解説していきます。まず使用したいパッケージ、使用したいプロジェクトにですね、リルトゥーンとモジュラアバターおよび SPS をご使用される方は VRC フューリーの導入をお願いします。バージョンについてはそこまで最近のものであれば大体いけると思います。その次にですね、その後、ボイスからダウンロードしてきた Unity パッケージの方をインポートしていただいて、それと使いたいアバターの方をこのようにヒエラルキーに置いた状態にしてください。それではですね、始めていきましょう。まずは、VRC プレジャーを導入する前に SPS のホールを設定していきます。こちらは使用されない方は飛ばしていただいて構いません。こちらは穴側ですね。スペースホールなので穴側になります。で、今回はこちらを使用させていただきます。この中のプレハブをアバターの方に置いてあげて、あとはそれぞれの位置を調節していきます。はい、このようにですね、SPS ホールの設定をすることができましたら、それでは VRC プレジャーの導入に行っていきましょう。この SPS ホールに関しては、後ほどでもできますが、先にやっておくといいかと思います。ではですね、ここのツールスのグエタンというところで、VRC プレジャーオートセットアップという項目がございますので、こちらを選択してください。このように自動セットアップツールが出てきますので、まずアバターにこれを設定していただいて、次に操作したいデバイス数を設定します。こちらは、デバイスが持っている機能の合計の数を選択してください。つまり、振動機能と回転機能があるようなデバイスを1つお持ちの方は2と設定してください。これは試しに3と設定してみましょう。次に機能選択に移りまして、不要な機能があればここでチェックを外してください。で、今回は全部つけたままでいきます。またパラメータに関して、使用するパラメータに関してもこちらに見ることができますので、いらないパラメータ、ちょっとパラメータがきついなって時は外していただいても構わないです。その次にですね、SPS 設定をしていきます。まずこちらの SPS プラグソケットを検索します。するとこのようになりまして、このようにですね、アバターに設定されている SPS の一覧が見えます。今回設定した SPS はこれなので、全てあるかどうか確認し、あったらこちらの SPS プラグソケットへの設定を実行してください。すると、このような形で設定を追加しましたというダイヤルが出てきます。そして最後にアバターをセットアップを実行してください。このように出たら、このようにモデルが何個か出てきたら成功です。それでは次に微調整を行っていきます。追加された VRC プレジャーのこの中のですね、まずパラメータビューはハンド L を調整していきます。こちらはタブレットを左手になるように調整していきます。このように回転等をですね、設定していただいて、タブレットを持っているような、実際に持っているような形でですね、やっていただければいいかなと思います。こうかな。その次にコンタクトの位置調整です。このコンタクト機能っていう中のエンゲージシステム、こちらの座標ですね。こちらデフォルトでは頭になっております。頭じゃなくて、例えばお腹がいいよとか、お胸の方がいいよ、お手手の方がいいよという場合は、このエンゲージシステムを位置を変更してください。例えば今回お腹にしてみましょう。このようにお腹の位置に移動してあげて、次にこの MA ボーンプロ消しをお腹になりますので、スパイン
にしてみましょう。こうすることによりコンタクトの機能がお腹に移すことができます。その次に胸 PB の設定です。この胸 PB はこちらのスフィアが胸にちょうど隠れるような設定をしていきます。胸 PB の中のフォアセッティングスっていうのをいじっていきます。まずこちらをおおよそそれっぽい位置に合わせていただいて、で左右の位置がですね、このようにちょっとでかくなるので、スケール等もいじっていただいて構いません。で微調整に関してはフォアセッティングスの中のブレスト L とブレスト R をこのようにいじっていただいて、スケールもそれっぽく調整していただければいいかと思います。 0.55 ぐらいかな、これぐらいか。このようにですね、胸にちょうどぴったりと収まるようなぐらいになるといいかと思います。それでは次は SPS プラグの設定に移ります。SPS プラグは、SPS のホールが穴だったのに対して、こちらは棒ですね。棒になります。で今回は SPS プラグの中のオブジェクトコンテナ、この棒を別のモデルに置き換えることをしてみましょう。今回はこちらの、これをちょっとご使用させていただきます。まず一旦このオブジェクトコンテナの棒ルート、こちらを消してください。次にですね、先ほどの、これをこのオブジェクトコンテナの中に突っ込みましょう。そしてこれを好きな大きさにしていただいて、位置調整をします。位置調整をしていきます。このようにですね。今回は右手につけてみましょう。そして次にこのメッシュレンダラーがあるところに SPS プラグがない場合、SPS プラグを追加してください。もうすでに設定済みの場合のモデルもございます。ない場合はこの SPS プラグをメッシュレンダラーと同じオブジェクトにつけてください。でこうなれば成功です。でもしこれを例えば右手じゃないところに移したいよっていう場合は、このオブジェクトコンテナに MA ボーンプロ基地がございますので、こちらを例えばスパインにつけるとか、逆に左手につけるとかするようにしてください。そしてですね、その次、この SPS プラグはオートセットアップの後に追加したものになります。オートセットアップの後に SPS を追加した場合、その SPS に対してまたさらに設定をする必要がございます。先ほどのダイヤルを開いていただいて、アバターを入れていただいて、ここですね、4番の SPS 設定のみ行います。まずは SPS プラグソケットを検索し、SPS プラグとして先ほど追加したコーンが見えていることを確認した後、この SPS プラグソケットへの設定を実行を押してください。そうすると、先ほど設定したのはすでに設定が存在するためスキップされていますが、新規で追加したコーンに対しては設定が追加されましたと出ます。これで完了です。ここで注意なのですが、こちらの緑色のアバターにセットアップを実行を押さないでください。こちらを押すと先ほど設定したものがリセットされるほか、もう一度プレハブが1個追加されてしまいますので、こちらは2回押さないでください。この4番のこの検索および設定を実行は SPS を追加したタイミングで再度するようにしてください。こちらでですね、SPS プラグの設定は完了です。最後にですね、忘れないようにやらないといけないのが SPS ハプティクスのアップグレードです。まずアバターを選択していただいて、ツールス VRC Fury SPS のアップグレードレガシーハプティクスというものがございます。こちらを押していただくとこのようになりますので、Yes, do it を押してください。
このようになってアップグレードコンプリートとなれば成功です。これでアバターをアップロードしていただくと VRC プレジャーの機能が完全に使えると思います。それではここからは応用編としてパターン動作のギミックを増やす方法について少し説明させていただきます。今回はコンタクト機能について増やしてみましょう。これ以外のものを増やすことも可能ですがちょっと難しいのでここではコンタクト機能について説明します。まずコンタクト機能を複製してください。このように複製していただいてコンタクト機能、今回はこれを頭につけましょう。頭にこれにつけますと。ここまでは、先ほどの手順と変わりません。MA ボーンプロ棋士でヘッドの方にですね追従させるようにします。でこの次ですね、次はコンタクト機能1になっています。ここでこの中にあります MA パラメーターズのこの VRC プレジャースラッシュギミックスラッシュコンタクト、このですね末尾のコンタクトを好きな文字列にしてください。わかりやすい文字列ですね。例えば今回ならヘッドコンタクトとしてみましょう。本当に何でも構いません。ただ他にもですねこのようにギミックピストンであったりギミック SPS ソケットというふうな設定があります。これと被らないような名前にしていただけるといいかと思います。この前のパラメータ名については変更しないでください。ここだけですね。でその次にエクスプレッションメニューでどっちが適用されたかわからなくなるので、この MA メニューの表示名をですねこのようにヘッドコンタクトオンオフというふうにしてあげましょう。これだけで頭の方にもコンタクトが設定されまして、頭とお腹のコンタクトをそれぞれ別のデバイスの入力値として使うようにすることができました。これがコンタクト機能を応用したものとなります。アバター側ギミックに詳しい方はですね、この VRC プレジャースラッシュギミックスラッシュ、あとは何か好きな文字列に対してフロートの0から1の値を OSC 経由で受け取ることができるようなギミックを作っていただくと VRC プレジャーのソフトウェア側でそれをデバイスに反映させることができますので、いろんなギミックを作ってみていただけるといいかと思います。以上でですね、アバター側ギミックの導入動画について説明を終わります。何かわからないこととあればですね、気軽に Discord のコミュニティなどで聞いていただければできる限り協力しますのでよろしくお願いします。それでは。